強そうな見た目からは想像できない繊細な心を持つチャンビンの悩みとは。優しく見られたくて努力していることがこんなにたくさん。チャンビンのギャップに酔いしれろ。スキズのラッパーでいじられキャラのチャンビン。チャンビンといえば三白眼で鋭い目つきが特徴的ですよね。メンバー一と言ってもいいほど愛嬌が多く甘えん坊で、常にメンバーの誰かしらに愛嬌を振りまいています。年下メンバーからもよくといじられているのですが、何を言われても全て笑いに変えてしまうチャンビンの人柄の良さがひしひしと伝わります。まさに優しさの塊のチャンビンですが、クールなビジュアルから少しきつく見えてしまうこともあるようで、初対面の人に怖い印象を与えてしまうこともあるんだとか。キッズが一人のメンバーについてトークするリノ曰くアイドル初の陰口番組ワンキッズルームが復活し、ハンやリノの回が放送されました。次に陰口を言われるメンバーはチャンビン。しかし強そうなチャンビンの外見からは意外すぎる可愛い一面や繊細さが伝わる放送回となりました。メンバーによると、チャンビンは周りから見た目が強く見られるのが嫌なようで、優しい印象になるようにいろいろ努力しているんだとか。ある日ヒョンジンはチャンビンがステイに向けてバブルに書いた文章を見たんだそう。そこには愛嬌たっぷりに「プエッキが来たよん、プエッキがはよあげるよ」という文が書かれていたようで、ヒョンジンはものすごく驚いたんだとか。それを聞いたメンバーも「え、本当に?」と信じられない様子。アイエン曰く、チャンビンは見た目が強く見えるからそれを隠したくて愛嬌を振りまいているんだそう。それを聞いたヒョンジンは、優しく見せるために出かけるときはいつもメガネをかけるよねと新たなチャンビンの優しく見られたいエピソードを話します。ハンはチャンビンが黒縁メガネをかけている理由を知らなかったようで、あ、それで黒縁メガネかけてるのとまるで本物のクオッカのように目を丸くさせて驚いていました。優しく見られたいというチャンビンの願望も可愛いし、何より優しく見られるために黒縁メガネをかけるという発想が尊い。チャンビン自身も画面で見たりすると強く見えるかもしれないが、意外と素朴で可愛らしいんですよと自分の内面の可愛さをアピールしていました。筋肉ムキムキで強そうなチャンビンですが、実は虫が大の苦手。虫が出たら一番に守ってくれそうなのに意外すぎる。スンミンはチャンビンについて、自分の体より大きいものには怖がらないのに、自分の体より小さいものには怖がりますと、なんとも不思議な事実を公開しました。そしてチャンビンはアレルギーが多いんだとか。植物の白樺のアレルギーを持っているようで、アメリカでソンブキャンプをした時に白樺で焼いたお肉を食べてアレルギー反応が出て病院に行ったのだそう。チャンビン自身も白樺のアレルギーを持っていることを知らず、病院に行って判明したんだとか。アイエンはチャンビンから運動してからアレルギーが良くなったという話を聞いたようで、だからチャンビニヒョンは運動にこだわっているんだよと他のメンバーにチャンビンが運動に没頭している理由について教えてあげます。チャンビニヒョンについてやけに詳しいアイエン。普段はツンツンだけどヒョンへの愛がダダ漏れで可愛い。他にも猫アレルギー、ホコリアレルギーがあるんだとか。チャンビンも筋トレをしている理由について、僕の体がこんなに大きいのって僕を守るためなんです。怖がりなのです。尊すぎか。筋トレをする理由も可愛いし、何よりこのギャップが沼すぎる。チャンビンが苦手なものはまだまだあるようで、一人で何かをするということがあまり好きじゃないんだそう。何をするのかよりも誰とするのかを大事にするタイプで、人が多い方が疲れるんだとか。スキズの中でもコミュ力が高く友達が多いメンバーなのでなんだか意外です。そんなチャンビンが唯一一人でできることは寝ること、休むこと。一人では何もできないようで、ヒョンジンが昨日チャンビニヒョンがスマホをテレビにつなげるのを自分でしてたという話をすると、周りのメンバーは拍手をし全員で祝います。メンバーの反応からしても普段どれだけメンバーにやってもらっているのかがよくわかります。最近は脱毛にも一人で行ったようで、年下のフィリックスからもすごく成長したとまるでチャンビンが年下かのように褒めていました。そして一人で電話予約して行ったようで、それを聞いたヒョンジンは電話で予約したのと信じられない様子。チャンビンを赤ちゃんだと思ってるのみんな。何でも一緒にを重要視するタイプだそうです。宿舎が一緒だったヒョンジンは部屋にいるとよくチャンビンが来て、チャンビンを一人にしないでと言わんばかりの顔で見つめられるんだそう。それは一緒にプレステをしようという合図なようで、ヒョンジンはいつも反強制的にチャンビンのプレステに付き合わされていたようです。
MBTI が E 型のチャンビンなので、誰かと一緒にいることで元気がもらえるのかもしれません。メンバーからは寂しがり屋なんだと思うと推測されるチャンビンですが、当の本人は僕が寂しいと思ったことは一度もありませんと寂しがり屋を否定します。チャンビンにとって一人が苦手と寂しがり屋の概念は違うようです。寂しいと感じない理由として、僕が守りたい人たちがいて、その人たちを僕が守っていて、その人たちが僕を守ってくれているから。さすがスリラチャとして作詞作曲を手掛けるチャンビン、選ぶ言葉一つ一つがまるで歌の歌詞に出てきそうでかっこよすぎる。見た目とは裏腹に可愛い一面がたくさんあるチャンビンですが、メンバーから悩み事を相談されることも多く、とても頼られているんです。メンバーによると、チャンビンは解決策をくれるわけではないが、悩みを最後まで聞いてくれるんだそう。2020年に配信されたワンキッズルームで、チャンビンは誰かが僕に気楽に接してくれたり、僕をからかったり、相手が楽しいなら僕も嬉しいんですと話していました。これを聞いたステイは、チャンビンいい男すぎる、何でもいいからとりあえずそばにいてほしいとさらに沼落ち。最近公開されたワンキッズルームでも、自分自身が悩みを打ち明けられる人であったら嬉しいと4年前と同じようなことを話しており、チャンビンのブレない芯の強さがとても伝わります。リノはチャンビンについて本当に心が健康な人ですと話しており、チャンビン自身も僕は自分でメンタルケアがうまくできる方だと自己認識。あまり人を褒めることがないリノにも信頼できて頼りになると言われているチャンビンなので、頼りがいがあるということがよくわかります。スンミンはチャンビンについて、見た目は強いし心も強いと言い、メンタルが崩れているのを一度も見たことがないんだとか。自分のメンタルケアもしてメンバーのメンタルケアまでするチャンビンすごすぎる。そんなチャンビンをスンミンは好きずの木だと例えていました。ナイスな表現。ハンは最近スランプに陥っていたらしく、その時ハンの取った行動はなんと失踪。メンバーも連絡がつかなかったそうですが、ハンがそうなった時もチャンビンメンタルケアクリニックをどうぞよろしくお願いしますね。チャンビンはメンバー全員が認めるほどの自尊心の高さを持っています。自尊心が高いからか、チャンビンは全部得意だと言っているんだそう。アイエンは話だけ聞いたらできないことがないと話していました。チャンビンが自信満々に俺は何でもできると言っている姿がなんだか想像できます。チャンビンはよく自分自身の存在意義について考えているんだとか。自分がなぜ存在しているのかをよく理解した上で、誰かに批判されても上手に受け流すことができるんだそう。2020年に公開されたワンキッズルームでは自分自身について、傷つきやすい人と話していたチャンビン。誰かに傷つけられると狂いそうですと言い、どこまでも繊細な心を持つチャンビンが自分自身と向き合って強くあろうとする姿がかっこよすぎて、さらに沼落ちしそうです。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。